奈良県奈良市。ここには世界遺産にも登録されている歴史の古いお寺があります。薬師寺です。この薬師寺がある奈良県奈良市は、今から1300年以上前に日本の中心として栄えた都、平城京のある場所でした。そんな当時の奈良について読まれた有名な歌があります。青によし、奈良の都は咲く花の、匂うがごとく今盛りなり。この歌は小野のお湯という人が太宰府、現在の福岡県で仕事をしている時に奈良の都を思い出しながら読んだ歌です。青というのは現代でいうところの緑、にというのは現代でいうところの赤に相当し、当時の奈良の都が緑と赤に彩られた美しい場所だったことが想像できます。現在見ることができる薬師寺も緑と赤に彩られており、奈良時代にタイムスリップした気分になれるのですが、一つだけ色が違う建物があります。東塔です。この東塔は創建当時から唯一現存しているもので、2020年まで解体修理が行われていました。では、なぜ東塔以外の建物は新しくなっているのかというと、戦国時代に一度焼失していたからでした。薬師寺は戦国時代の戦いに巻き込まれて、多くの建物を燃やされてしまったのです。その後、薬師寺は復興できずに荒れ果てていき、一時は雨が降ったらお堂の中でも傘をささないといけないほどでした。その復興は現在進行形で続いており、以前は存在していた回廊が途中までしか復興できていないなど、復興の様子を見ることができます。しかし、そうは言っても今の薬師寺には綺麗な建物がいっぱいです。ここまで薬師寺が復興できたのには、ある人物の尽力が関係しています。高田光院という方です。この方は薬師寺のお坊さんで、当時荒れ果ててしまっていた薬師寺の復興に生涯を捧げた方でした。薬師寺は今でも檀家を持っておらず、檀家から寄付を募って復興をするという方法は取れません。つまり薬師寺にとって復興資金を集めることは難しいことでした。ここで活躍したのが高田光院です。この方はとにかく話がうまかったらしく、その法話が話題になり、各地で引っ張りだこになっていきます。こうして各地を回りながら、一人1000円のお写経をお願いして回り、集めたお金を薬師寺の復興に回していったのです。この面白い話とお写経というのは、現在の薬師寺にも受け継がれています。現地に足を運んだ時には、お坊さんの面白い法話を聞いたり、お写経をしたりすることができるのです。さて、そんな薬師寺ですが、そもそもなぜ創建されたのかというと、飛鳥時代にまで遡ります。当時天皇だった天武天皇は、皇后、つまり奥さんである持統天皇が病気になったことを受けて、持統天皇の病気が治りますようにという願いを込めてお寺を作ろうとしました。これが薬師寺です。しかし、その完成前に天武天皇は崩御してしまい、天武天皇の進めてきた事業は持統天皇に引き継がれます。こうして持統天皇により薬師寺の造営も引き継がれたのです。こういった経緯がありますので、薬師寺のご本尊は薬師三尊像という3体の仏様になっています。先ほど言いましたが、薬師寺は火事に遭っていますので、昔は金色だったこのご本尊も火事の際に金が溶けてしまって、今は黒光りしている状況です。真ん中の仏様が薬師如来、病気を治す仏様、今でいうところのお医者さんです。そして右側にいるのが日光菩薩、左側にいるのが月光菩薩、今でいうところの看護師さんにあたります。なぜ2人いるのかというと、日という漢字からわかるように、日光菩薩は日勤の看護師さん、月という漢字からわかるように、月光菩薩は夜勤の看護師さんです。さて、ここまで話を聞いてきて、歴史に詳しい人であれば、薬師寺の立地に少し違和感を感じているかもしれません。薬師寺があるのはここ、平城京の中ですが、先ほどお話しした持統天皇が造営したのはこっち、藤原京と呼ばれる都です。つまり、持統天皇が完成させたはずなのに、今はすごく離れた場所にあるんです。これにはちゃんと理由があります。薬師寺はもともと藤原京に作られたのですが、その後、平城京の遷都に伴って移設されたとされています。つまり、現在我々が見ることができるのは、
移設された後の場所にある薬師寺ということですね。ちなみに移設される前の場所には今も遺跡が残っており、元薬師寺と呼ばれています。実際に足を運んでみると、塔が立っていた後の礎石があり、当時の面影を見ることができます。東塔と西塔の北側に金堂があり、その後ろに講堂があるという薬師寺式伽藍配置もこの頃から見ることができます。さて、この薬師寺と元薬師寺の存在はある論争を巻き起こしています。違憲説と非違憲説です。どういうことかというと、藤原京にあった建物や仏像をそのまま平城京に移したのが違憲説で、対する非違憲説は藤原京の元薬師寺はそのまま残しておいて、新しいものを平城京に建てたという説です。普通の人からすると、そんなのどっちでもよくないと思うでしょうが、これがどっちでもよくないのです。違憲説の場合は、現存している東塔や薬師三尊像は飛鳥時代のもの、文化でいうと白鳳文化のものが残っているということになります。対して非違憲説の場合は、現存している東塔や薬師三尊像は奈良時代のもの、文化でいうと天平文化のものが残っているということになります。薬師寺が違憲されたかどうかで文化の分類が変わってしまうのです。僕がどっちが正しいとか言える立場ではないので、気になる方は自分で調べてみてください。さて、今回は薬師寺についてお話ししてきました。大学入試としてはおそらく文化史の問題で出てくるかと思いますが、このようにいろいろな話とつなげて覚えたり、実際に現地に足を運んでみると記憶に残るかと思います。ぜひ機会があれば薬師寺でお坊さんの話を聞いたり、お写経をしたりしてみてください。それでは次の動画では藤原の不人についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。